デラーズ紛争 UC0083 概論。デラーズ紛争、宇宙世紀における分水嶺。序論。宇宙世紀83年に勃発したデラーズ紛争は、一年戦争終結後の地球連邦政府とジオン残党勢力との間で発生した武力衝突である。この紛争は単なる戦争残党の放棄ではなく、その後の宇宙世紀の政治軍事バランスを大きく変える契機となった。特に星のくず作戦と呼ばれるデラーズフリートの戦略は、地球連邦軍に甚大な被害を与え、結果としてティターンズという地球連邦の軍事組織の台頭を促した。本論ではこのデラーズ紛争の経緯、主要な戦闘、関係者の動向、そして宇宙世紀に与えた影響について詳細に考察する。11年戦争後の宇宙世紀とデラーズフリートの台頭。一年戦争の終結と連邦政府の政策。宇宙世紀79年の一年戦争は、地球連邦軍の勝利とジオン公国の崩壊によって幕を閉じた。ジオン公国の指導者であったザビ家の一族は滅亡し、終戦条約グラナダ条約が締結された。戦後、地球連邦政府は戦後復興と軍事再建を急ぎ、ガンダム開発計画を立ち上げた。この計画の一環として、核兵器搭載型モビルスーツであるガンダム試作2号機 GP2A が開発されるなど、軍備拡張の動きが進んでいた。2デラーズフリートの結成。しかし、ジオン公国の崩壊と戦争の終結を受け入れず、ジオンの理念を継承しようとする者たちがいた。エギーユ・デラーズ中将を中心に、ジオン残党勢力が結集し、デラーズフリートが結成された。彼らは、ジオンの名誉回復と地球至上主義への対抗を掲げ、連邦政府に対する報復と再興の機会を伺っていた。星のくず作戦の発動と戦局の推移。ガンダム試作2号機の強奪、トリントン基地襲撃。宇宙世紀83年10月13日、デラーズフリートは連邦軍のトリントン基地を襲撃。アナベル・ガトー少佐率いる部隊が核兵器搭載型のガンダム試作2号機サイサリスを強奪し宇宙へと脱出した。この事件を契機に連邦軍内の精鋭部隊であるアルビオン隊艦長エイター・シナプス中佐が出動し、ガトーとデラーズフリートの追跡を開始する。カンカン式襲撃と核攻撃。同年10月31日、デラーズフリートは地球連邦軍の観艦式が行われていたコンペイ島旧ソロモン宙域にガンダム試作2号機を投入。ガトーは核攻撃を実施し、連邦軍艦隊に壊滅的な被害を与えた。これによりデラーズフリートは戦略的な優位に立ち、地球連邦政府に対する G 行動を成功させた。コロニー落としと最終決戦。デラーズフリートの最終目標は宇宙コロニーを利用した大規模な破壊工作であった。11月12日、デラーズフリートはサイド7で移送中のコロニーを強奪し、地球の北米穀倉地帯に向けて落下軌道に乗せるコロニー落とし作戦を発動。連邦軍は阻止に動いたが、シーマガラハ宇宙佐率いる艦隊の妨害もあり、作戦は部分的に成功し、コロニーの一部が地球へ落下した。この最終決戦では、コウウラキ少尉が試作3号機デンドロビウムに登場し、ガトーのカル・ノイエジールと死闘を繰り広げた。最終的にデラーズ中将は戦死し、デラーズフリートは壊滅したが、彼らの行動は地球連邦政府に消えない爪痕を残すこととなった。3デラーズ紛争の影響と歴史的意義。ティターンズの誕生。
この紛争を受け、地球連邦政府内ではジオン残党勢力への警戒が強まり、宇宙居住者スペースノイドに対する抑圧政策が進められた。そしてジオン残党総統とスペースノイド管理を目的とするティターンズが結成される。このティターンズの台頭が後のグリプス戦役宇宙世紀87年へとつながる。地球連邦軍の変革。デラーズ紛争によって地球連邦軍の軍備体制にも大きな影響が及んだ。核兵器の運用に関する議論が再燃し、モビルスーツの開発方針も大きく変化した。ジオンの象徴としてのガトー。アナベル・ガトーは戦死したが、彼のジオンの魂を守る姿勢は後世に語り継がれることとなる。彼はネオ・ジオン勢力の中で英雄として祀られ、後の反連邦運動の象徴となった。結論。デラーズ紛争は単なる戦争残党の放棄ではなく、その後の宇宙世紀の歴史に大きな影響を与えた重要な事件である。この紛争によって地球連邦軍の軍備体制は強化され、宇宙世紀の政治構造におけるスペースノイドと地球連邦政府の対立がより先鋭化する結果となった。1年戦争後の過渡期に生じたこの紛争は、やがて訪れるグリプス戦役第1次第2次ネオジオン戦争への道を開いたと言えるだろう。チャンネル登録、高評価お願いします。